皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、プーチン大統領の目指していたウクライナの海上貿易の阻止についてどうやら失敗したようだというニュースを取り上げようと思います。2022年、ロシアがウクライナに本格的な侵攻した際には、南部戦線ではクリミア半島からなだれ込んだロシア軍がドニプロ川を越え、ウクライナの最大の貿易港オデーサを目指しました。しかし、各方面から同時進行したロシア軍は、戦力が分散、それに伴う兵站の負荷も大きすぎたがために、攻勢限界点を迎え、最終的には首都攻略が失敗し、部隊が撤退する、そういった流れとなりました。この後、南部戦線においても、立て直しが図られたのですが、しかし、ロシア軍は目指していたオデーサに到達することはできませんでした。そうしている間にも、ウクライナ軍の反転攻勢に伴って、ドニプロ川の西岸地域から撤退せざるを得ないところまで押し返されてしまったのです。このような地上での戦闘とはまた別に、黒海の西側においても、ロシア軍は攻勢をかけており、黒海の西側にある小さな島、ズミーヌイ島、このチャンネルではスネーク島と表現している小さな島をロシア軍が上陸占領したといったことがありました。これに伴って黒海の西部側についてもロシアの海軍力が及び、ウクライナは黒海を使った貿易を封じられるという非常事態に陥ったのです。これに伴って世界的にも穀物価格が高騰する事態を招きました。ウクライナは農業大国ですから、そこで生産された農産物をどれだけ世界に売るかというのは国家経済としても非常に重要で、これが封じられると産業的にも壊滅的な打撃を受けてしまいます。しかし、ウクライナ軍の活動様々なことを行うことによって、徐々にではありますが、改善傾向にあります。プーチン大統領の目論見が一つ失敗したとも言えるものなので、今回はそのことについて取り上げましょう。まずはどのようなことが報じられているかをご紹介します。プーチン大統領のウクライナ海上封鎖計画は失敗。新ルートでの輸出が穀物回廊での輸送量を上回る。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナが黒海経由で農産物を輸出できるようにする穀物協定が執行すれば、この重要な輸出と外貨獲得の経路を奪うことを望んでいた。ドナウ川を含む港の爆撃は、ウクライナのインフラ能力を弱体化させることを目的としていた。しかし、協定執行後わずか3ヶ月後、輸出は穀物協定当時の供給量を超えた。ウクライナのクブラッコフインフラ大臣は、9月中旬以降、302隻の船が新しい回廊に沿って24カ国に1000万トンの貨物を輸送したと述べた。この量の半分は農産物であり、金属やその他の原材料も海外に送られています。これらの供給はすでに経済に顕著なプラスの影響を及ぼしており、来年の経済成長の原動力の一つになるだろうと、ニューヨークタイムズ紙はウクライナの投資銀行のエコノミストの言葉を引用している。同エコノミストの試算によれば、この回廊を通じた一次産品の輸出は月間700万トンに増加する可能性がある。インフラ担当大臣によると、港湾インフラに対する組織的な攻撃にもかかわらず、港湾施設は荷積みのために337隻の船を受け入れた。月112隻受け入れである。戦略的国会研究所によると、これは国連の講演による穀物回廊の運営期間中の月平均を上回っている。その後、平均供給量は月あたり270万トンで、過去3ヶ月間で新しい回廊に沿って320万トン以上が供給された。同研究所所長は、国海貿易が盛んなおかげで、ウクライナは軍に資金を提供する予算を含めて、余分なお金を稼ぐことができるが、ロシアは本当に許し難く思っていると述べた。回廊の安全を確保した要因の一つは、ウクライナが大量生産を始めた海上無人機だった。穀物協定終了を受け、ロシア国防省は、ウクライナの港を出入りするあらゆる船舶を正当な軍事目標とみなすと述べた。しかし、ロシアが検査のためにそのような船を止めたのは一度だけだった。まずは、この話の地理状況について押さえておきましょう。ロシア軍が占領している地域は赤。2022年、ロシア軍はクリミア半島からオデーサを目指して進軍しました。しかし、ドニプロ川を越えて安定的に占領はできていません。ウクライナは貿易港オデーサからボスポラス海峡を通って地中海へと至り、世界各国へと農産物を輸出しています。2022年はロシア軍がこの海域にうろついていたがために戦闘も多数発生し、とてもではありませんが、
まともに民間船が行き来することはできませんでした。そのため、輸出できない農産物がウクライナ国内に留まり続けてしまったのです。そして、ロシアとしてはもっともっとウクライナを苦しめてやろうと、穀物回廊の協定を延長せず執行させてしまいました。これに伴って、ロシアはウクライナの港を出入りする船について攻撃対象とみなすと脅迫したのです。ところが現在では、ウクライナの貿易は少しずつ正常化しつつあります。その背景としてあるのが、オデーサから船を出すのではなく、ルーマニアやブルガリアといった隣国の協力を得ることによって、なるべくロシアの影響がないところで輸出を行うことにしたのです。ウクライナとルーマニアの間にはドナウ川が流れ、この川を伝って船に荷物を乗せ、そして各国へと輸送するルートができたのです。ルーマニア、ブルガリア、トルコ、この3カ国はいずれも NATO 加盟国であり、これらの国の領海近くを通っている船に対して、ロシア軍がむやみやたらに攻撃するのは自殺行為だと言えるでしょう。ウクライナの輸出先の国なのですが、これも中近東やアフリカ大陸の各国であり、もしもそれらの国に輸出される農産物が満載された船をロシア軍が攻撃し撃沈したとなれば、相手国の感情はひどく傷つき、これまで敵ではなかった国が外交的に態度を翻してくることも十分あり得るでしょう。そのためロシアとしては手出しができなくなるのです。このような状況に好転してきた理由は、ロシアが力を訴えてきたこと、これに対してウクライナも力で応じてきたからです。例えばロシアの黒海艦隊の旗艦は黒海の西側においてウクライナ軍の対艦ミサイルによって撃沈されました。また欧米各国から供与されている巡航ミサイルは黒海艦隊の司令部に対する攻撃を行い、また軍艦に対しても攻撃していますから、ロシア軍としてはウクライナ領に近づくことは非常に警戒している状態です。さらにここ最近では突撃型のドローンも頻繁に姿を現すようになっていますから、大型艦艇であればあるほど被害を受けた時の損害額が甚大ですから、やはりこれもロシア軍の動きを制約しているのです。このようなウクライナから農産物が世界各国に輸出されることというのは、世界の穀物相場に対する影響も大きいです。こちらは農林水産省の出している世界の穀物価格の推移。2022年は小麦の価格が過去最高値を記録する事態となりました。それがウクライナの安定的な輸出状況が戻ってくることにより、少しずつ値は戻ってきています。ここまではロシア海軍を中心にして黒海で影響力を失いつつある、そのことがまた貿易回復にへとつながっている話をしました。しかし、ロシアの攻撃は何も海軍だけのものではありません。遠距離攻撃、ミサイルや突撃ドローンの存在を無視はできません。ロシア軍の冬の遠距離攻撃、10月から12月を比べた場合において、2022年はミサイル700発、イラン製の大型突撃ドローン、シャヘドなどが400機、2022年に比べると2023年は明らかにその質が変わりました。ミサイルは137発、大型の突撃ドローンは902機となっています。大型突撃ドローンとは言っていますが、基本的にはミサイルの方が搭載している爆薬量が大きい、いわゆる大型のミサイルであることから、その威力は段違いだと言えます。一方で迎撃率なのですが、2023年、ミサイルに対しては 62%、ドローンについては 87% の撃墜率が報告されています。2022年は、電力インフラに対する攻撃が激しかったこともあり、欧米各国から対空兵器が数多く供与されました。それに伴って2023年は遠距離攻撃をかなり防ぐことができています。そして威力の大きいミサイルについては、そもそも数が少なくなっていることから被害も減少しています。こうしたミサイルが減少している理由というのは、ロシア軍が在庫を使い果たしたか、もしくはそれに近いところまで打ち込んで、それ以後の生産が明らかに間に合っていないのでしょう。一方で、大型の突撃ドローンはイランに対してライセンス契約を行い、ロシア国内での工場を立ち上げて生産に取り組んでいることから、ある程度の数を確保できるようになっているのでしょう。しかし、大型突撃ドローンは基本的にはステルス性能がなく、それでいて飛行速度も遅いがために撃墜率が非常に高く、ウクライナのインフラや貿易関係に対するダメージは少なくなっています。
ロシアとしてはウクライナの輸出額が減ることはウクライナ経済が悪化し、ウクライナの抵抗力を奪うという意味では貿易を阻止したいでしょう。しかし、ロシア海軍が黒海の西側部分から追いやられてしまい、一方において遠距離攻撃のその質についても劣化してきている中においては、ウクライナに対する妨害はこれ以上することが難しいでしょう。なお、ロシア軍の方には潜水艦があるわけですが、これを使って次々と輸送船を撃沈するといったことも一応は考えられます。第二次世界大戦であれば通商破壊作戦としてそのようなことが行われていました。しかし、ウクライナ軍の方に潜水艦がなく、一方においてロシア軍の方が潜水艦がありますよという中において、黒海において輸送船が次々と魚雷で撃沈されたとなれば、その犯人は間違いなくロシアです。言い逃れはできません。民間船を次々と襲って非戦闘員を殺し続けていくということになれば、当然のように非難の声は高まります。そうした人道面にだけではなく、農産物が輸出されるということはそれを受け取る国があり、その受け取る国において、例えば小麦であればその国の主食です。主食が届かないというのは当然のように価格高騰を招き、それがまた批判へとつながっていくことは間違いありません。実際2022年においては、エジプトにおいてウクライナ産の小麦の価格がものすごい勢いで上がったものですから、それが政府批判へとつながって、エジプト自身もこの事態を何とかしてくれとかなり強く思っていたでしょう。そのようなことを思う国々というのは当然のように増えるわけで、ロシアとしては迂闊に通商破壊作戦などはできないのです。ただ、ウクライナにとっては最悪期から抜け出したということはあるのですが、だからといって2022年のロシア軍による本格的な侵攻を前まで戻すことは難しいです。なぜならば、ロシア軍が占領した東部、南部、そして占領はしていないんだけど破壊し尽くした町として、ウクライナ第2の都市ハルキウがあります。これらの地域にあったいわゆる重工業地帯の打撃は非常に凄まじく、そして失われた土地も大きいですから、輸出産品の中からこれらのものがごっそり抜け落ちることとなりました。その分については残念ながら回復はすぐには不可能な状況です。特にウクライナが保持してはいるんだけれども、第2の都市ハルキウは2022年から2023年にかけて1年以上ロシア軍による激しい攻撃にさらされ、工業地帯としての打撃は深刻です。プーチン大統領はウクライナに攻め込んだのは特別軍事作戦であるとして、自分たちがあたかも解放軍かのようにして宣伝を行っていますが、実際にはロシア軍の行く先々の町はほとんどが瓦礫の山になるほどに徹底的な破壊をし尽くされてしまいます。ウクライナとしては少しずつ最悪期から脱して経済の立て直しも図りつつ、ロシアに対する抵抗する戦略を取り続けることでしょう。非常に息の長い戦いを覚悟しなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナは農業大国であり、非常に多くの農産物を船を使って輸出していました。しかしそのルートは2022年非常に大きな打撃を受けたのですが、少しずつウクライナ軍が挽回をすることにより改善傾向にあります。プーチン大統領の進めていた貿易措置の作戦は失敗したと言えるでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。